結論から言うと、人は勝手にいろいろなことを言うし、同じ人でも気分によって言うことが変わったりする。で、賢い人はそういう意見に振り回されることが一番あってはならないと知っているから無視できるんですね。多くの経営者たちと接していて、大成功している人に共通しているなと思ったことがあります。それは人の話を聞かないということ。いや、正確に言うと、クソバイスは華麗にスルーするということ。クソバイスっていうのが何かというと、クソみたいなアドバイス。つまり、聞くに値しないアドバイスということですね。世の中で成功している人たちや幸せな人生を送っている人たちを観察すると、誰の話は聞いて、誰の意見は無視するのか、その相手というのをちゃんと見極めていることに気づきますと。では、具体的にまず誰の意見を無視すればいいのかということなんですが、これは赤の他人であればもちろん、相手がたとえ家族や友人や同じ会社の先輩であっても、こっちが求めてもいないのに勝手に心配してアドバイスしてきたり、頼んでもいないのに上から目線でいろいろと言ってきたりするのはクソバイスですと。つまり無視していいでしょうと。こういう人珍しくないですよね。例えば自分が最近寝不足が続いていてみたいなことを言うと、いきなり、いや睡眠はおろそかにせん方がいいよとか、寝る時間削って仕事したってどうせ頭働かへんねんからかえって効率悪いやろとか、あるいは最近面白いスマホアプリのゲームを見つけたって気軽に言っただけやのに、まだゲームとかしてるんかとか、もっと他にもやることあるやろとか言われたりしますよね。他には服が似合ってないとか、靴が似合ってないとか、彼女作った方がいいとか、とにかく人はいろいろなことを勝手に言ってきますと。で、こっちから相談したりアドバイスを求めたりしたのならそれは聞くべきなんですが、聞いてもいないのに勝手に上から目線でしてくるアドバイスはクソバイスだと。つまり無視していいんですよと。で、仮にあなたがビジネスをしているのであれば、自分にお金を払ってくれない人、つまりお客さんじゃない人の意見も無視していいと思いますと。頼んでもいないアドバイスを聞かなくていいということで、そんな人の話をいちいち素直に聞いていたら何もできなくなってしまいますと。そもそもそういう上から目線でなんかいろいろと言ってきたりする人っていうのは、まずこっちのことを評価してないですよね。で、もっとひどい場合やと見下していたりさえしますよね。ではなくて、すでに自分のことを評価してくれていたり、自分に価値を感じてくれたりしている人の話を聞いてみてはいかがでしょうかと。で、確かに素直であることも大切ですし、必要ないというつもりはないんですが、他人はとやかく勝手にいろいろというものなんですと。人によって考え方も好みも違うので、聞いていてはキリがないですよと。じゃあ分かったと。頭では分かったんやけども、でも実際にそう簡単に人のことを突っぱねたり、ノーサンキューしたりすることは難しいっていう人もいますよね。そういう時にどう考えればいいかということなんですが、みんなに好かれたいは不幸直結のマンホールということで、そもそも全員に好かれようと思っていませんかと。確かに嫌われたくないと思うのは自然な心の動きですが、ただ一人にたりとも嫌われないというのはそもそも最初から無理な話なんですよと。極端な話、日本人全員が美味しいと思って食べれる料理ってないですよね。それと同じように、いくらいい食材を使っていたってそもそもお肉が嫌いな人にはステーキは刺さらないし、同じようにいくら腕のいい職人が握ったお寿司でもそもそも魚が無理な人にとってはお寿司も無理なんだと。そこでとあるお寿司屋さんがお寿司が嫌いな人にも喜んで食べてもらえるようなお寿司屋さんを目指したらどうなるでしょうかと。絶対繁盛しないですよねと。仮にお寿司嫌いな人がそれで数人来てくれたとしても、次は逆にお寿司が好きやった人が来なくなりますよねと。そんなお寿司屋さんに。で、それと同じように、もし自分がお肉屋さん、ステーキ屋さんなのであれば、お肉が好きな人だけを相手にしていればいいし、で、さらに言うと、もし自分が自分なら、自分のことを好きに思ってくれている人だけを相手にすればいいわけですよね。あなたが全ての人に好かれるということはまずないし、それでいいんだと。あなたの振る舞いや言葉が全員に気に入られるということはありえないし、それでいいんだと。全員に好かれる、誰にも嫌われない人をという確実に無理なことをやろうと目指そうとするから失敗してしまうんですよと。完璧はいらないし、そもそもありえない。自分のことを好きでいてくれる人で周りを固めていいのですということで、まとめると、賢い人は人の意見を無視する。具体的に言うと、求めてもいないのに勝手にしてくるアドバイス、つまりクソバイスは無視する。で、それが難しい人はまず全ての人に気に入られようと思っていないでしょうか。そこから見直してみてはいかがでしょうかというお話でした。以上、人生相談のプロ C 原隆先生のこちらの本より解説いたしました。
で、最後に、じゃあこの著者の椎原隆先生って何者かというと、今は生き方や考え方、つまり自己啓発系の個人コンサルやセミナーや講演活動を主にされていて、そう聞くとエリートな人やなと思うかもしれないんですが、失礼ながらそういうわけでもなくて、キャリアの最初は中卒でパチンコ通いをしていたんですね。で、中学を卒業して高校に進学したり、あるいは就職しなかった理由が、自由な服装と髪型に憧れたからという驚きの理由なんですが、それはともかく、中学を卒業してパチンコ通いしていたと。ただパチンコに通う中で気がついたことが一つあって、というのが、パチンコを売ってお金を失う人もいれば、逆にパチンコで生計を立てられる人もいる。この2種類の人がいるということに気がついて、その違いは何なのかなと考え始めたわけですね。で、その違いが分かった。なぜ分かったかというと、極めてシンプルで、ただ同じパチンコ店で生計をパチンコだけで稼いでる人にそのコツを聞いたからというシンプルな理由なんですね。そうこうする中でパチプロ同士で情報交換し合うコミュニティができ始めた。で、その中に確か経営者か実業家か、つまりビジネスやってる人もいて、その人との出会いを通じて椎原先生はパチンコからビジネスの方に入っていって、確か飲食店のフランチャイズ経営を始めたんですね。で、それが大成功して、なんと羨ましいことに27歳の若さで、セミリタイア、今でいうところのファイヤーですね、を実現された。なんとも羨ましいんですが、ただセミリタイアしたらしたで、意外と人生退屈で、というのも、もちろん仕事がない、話すべき相手もいない、やるべきこともないで、人生が逆につまらなくなってしまった。そこから、どう考えれば、どう生きれば人生は楽しくなるのか、人間関係はスムーズになるのか、楽しい趣味が見つかるのか、みたいなことをいろいろ考え始めて、その延長線上に今があるという感じですね。そんな椎原先生の生き方のコツをまた次の動画でも紹介しますので、見てもらえると嬉しいです。最後までありがとうございました。よろしく。